皆さん、こんにちは。日本語デイリーポッドキャストの春樹です。こんにちは、ゆいです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、ゆいちゃん、今日スタジオに来るとき、ちょっと疲れた顔してなかった？大丈夫？あ、春樹さんわかりました？いやー、今日の朝の電車が本当に大変で、もうドアが閉まるギリギリまで人が乗ってきて、サンドイッチみたいになってました。目に浮かぶようだね。東京の朝のラッシュアワーは本当にすごいからね。そうなんですよ。それで今日はぜひこのテーマで話したいなと思ったんです。今日のテーマは、電車通勤のあるあるです。いいテーマだね。日本の生活、特に都市部で暮らす人にとっては毎日のことだからね。リスナーの皆さんの中にも毎日電車で学校や会社に行っている人がいるかもしれませんね。きっといますよ。日本の満員電車を体験したことがある人も、これから体験する人も、今日の話を聞いたら、わかるって共感してくれると嬉しいです。じゃあ、早速、日本の電車通勤の奥深い世界について話していこうか。まずはやっぱり朝のラッシュですよね。さっきも言いましたけど、今日の山手線、本当にすごかったんですよ。ホームにも人が溢れてて、電車が来ても、これ全員乗れるのって思うくらい。わかるな。特に新宿とか渋谷とか大きい駅は大変だよね。僕は毎日中央線で通勤してるんだけど、もう長年の経験で少しでも楽に乗るためのコツみたいなものを見つけ出したよ。本当ですか？どんなコツです？ぜひ教えてください。例えばね、ホームで待つ位置。車両のどのドアが降りる駅の階段やエスカレーターに近いか事前に調べておくんだ。そうすると降りるときに人の波に逆らわずにスムーズに出られるから。なるほど。賢い。私はいつも空いてそうなドアに駆け込んじゃいます。それも一つの戦略だね。でも一番すごいのはやっぱり電車に乗り込むときの押し合いへし合いかな。押し合いへし合い？ごめんね。これはたくさんの人がお互いに押したり押されたりして狭い場所に入ろうとする様子のこと。まさに朝の電車のドア付近の状態だね。まさにそれです。みんなすごいパワーで押してきますよね。あと、駅員さんがホームから乗客の背中を押してドアを閉めるのを手伝っているのを見て、最初はすごくびっくりしました。あれは日本のラッシュアワーの名物みたいなものかもしれないね。あれは乗客を安全に、そして時間通りに電車に乗せるための駅員さんの大事な仕事なんだ。海外の人は驚くことが多いみたいだね。でも春樹さん、正直なところ、毎朝あんな満員電車に乗るのってすごくストレスがたまりませんか？私はまだ通勤を始めて1年くらいですけど、時々会社に着く前にもう疲れちゃってることがあって。それはすごくよくわかるよ。僕も最初の頃はそうだった。毎日見えない敵と戦っているような気分だったしね。でも考え方を少し変えたんだ。例えば満員電車の中では何もできないって思うんじゃなくて、これは耳の勉強時間だって考えるようにしたんだ。耳の勉強時間？そう。好きな音楽を聴いたり、オーディオブックを聴いたり、もちろん、この日本語デイリーポッドキャストを聞いてくれても嬉しいしね。何か一つ自分の好きなことをする時間だと思うと、少しだけ気持ちが楽になるんだ。満員電車はみんなで協力して乗り越えるチームスポーツみたいなものかな。少しでもスペースを譲り合ったり、荷物が邪魔にならないようにしたり。チームスポーツ、面白い考え方ですね。確かに周りの人もみんな同じ状況ですもんね。そう思うとちょっとだけ頑張れる気がしてきました。雑誌アワーも大変だけど、電車の中っていろいろな人がいて人間観察をするのも面白いなーって思う時があるんだ。わかります。面白い人たくさんいますよね。私が一番びっくりしたのは、揺れる電車の中で完璧にフルメイクをしている女性を見た時です。
アイラインとかどうしてあんなに綺麗に引けるんだろうって感心していました。それはすごい技術だね。僕も見たことあるよ。あとは、つり革を持たないで絶対に倒れないおじいさんとか。体幹がすごいんだなって思う。いますいます。あと私のあるあるは、隣に座った人が私の肩に寄りかかって寝ちゃうことです。それは定番のあるあるだね。どうするのそういう時。最初はどうしようって固まっちゃうんですけど、気持ちよさそうに寝てるから起こすのもかわいそうで、結局自分が降りる駅まで肩を貸したままにしてます。ちょっと腕がしびれますけどね。ゆいちゃん優しいな。そういう小さな優しさが窮屈な電車の中を少しだけ快適にするのかもしれないね。だといいんですけどね。でもちょっと困るマナーの人もいませんか？ああ、そうだね。電車の中にはいくつかの暗黙のルールがあるからね。暗黙のルール。うん。暗黙っていうのは、はっきりとは言わないけど、みんながなんとなく理解して守っていること。つまり、電車の中でのマナーのことだね。例えば、大きな声で電話で話さないとか。ああ、確かに日本では電車の中で電話をしている人はほとんど見ませんね。みんなメールかメッセージで連絡してますもんね。そうだね。基本的に通話はマナー違反だと考えられているんだ。だから優先席の近くではスマートフォンの電源を切るようにというアナウンスも流れる。あとは混んでいる車内ではリュックサックを背中から下ろして前で抱えたり網棚に置いたりするのも大事なマナーの一つだね。そうそう。背中のリュックって意外と場所を取るし、他の人に当たっちゃいますもんね。私も気をつけるようにしています。食べたり飲んだりするのはどうなんですか？それは少し難しい問題だね。新幹線みたいな長距離の電車なら駅弁を食べたりするのは普通だけど、通勤電車の中ではあまり匂いの強いものを食べるのは避けるのが一般的かな。ガムや飴くらいなら大丈夫だけど、お弁当を広げる人はまずいないね。なるほど。周りの人への配慮が大事なんですね。今まで満員電車の大変な話とかマナーの話をしてきましたけど、春樹さんは電車通勤でここがいいなって思うことあります？もちろんあるよ。もちろんあるよ。僕は電車に乗っている時間は完全に自分だけの時間だと思っているんだ。運転する必要がないから本を読んだり考え事をしたりできる。窓の外の景色が季節によって変わっていくのを見るのも好きだな。素敵ですね。私は本を読むと酔っちゃうので難しいですけど、でもたまに電車が空いてて窓際の席に座れた時はすごくラッキーだなって思います。わかる。座れた時の幸福感はすごいよね。特に冬の寒い日に座席がほんのり暖かい時とか。そう、あれ最高ですよね。ヒーターついてるって心の中でガッツポーズしてます。あとはいろいろな駅の広告を見るのも面白いよ。季節限定のイベントとか新しいお店の情報とか意外な発見がある。確かに最近はスマートフォンの画面を見ている人が多いですけど、顔を上げて周りを見てみると面白い発見がたくさんあるのかもしれないですね。そうそう。だからもしリスナーの皆さんが日本の電車に乗る機会があったらぜひ周りを観察してみてほしいな。面白い日本語の広告やユニークなファッションの人、一生懸命勉強している学生とか日本の日常の風景が見えると思うよ。いいですね。私も明日からスマホを見る時間を少しだけ減らして周りを見てみようかな。もしかしたら新しい発見があるかもしれませんね。ぜひそうしてみて。さて、そろそろいい時間になってきたかな。本当ですね。あっという間でした。というわけで、今日は電車通勤のあるあるというテーマで話してきました。朝のラッシュの大変さから車内でのマナー、そして意外な楽しみ方までいろいろな話ができたね。はい、すごく楽しかったです。これで明日の満員電車も少しだけ頑張れそうです。それはよかった。さて、ここで恒例の今日のベストフレーズ3選を発表します。
今日の会話の中から皆さんにぜひ覚えてほしい便利な言葉を3つ選びました。まず1つ目は、満員電車です。人でいっぱいの電車のことですね。日本の都市部の象徴とも言える言葉です。2つ目は、押し合い、へし合い。多くの人がお互いに押しながら狭い場所に入ろうとする様子です。ラッシュアワーの状況をリアルに表現できます。そして3つ目は、暗黙のルール。はっきりとは言われていないけれど、みんなが守るべきマナーや決まりのこと。日本の社会を理解する上で、とても大事なコンセプトだと思います。わあ、今日も勉強になりますね。そしてリスナーの皆さんにお知らせです。今日のこのエピソードの完全なスクリプトは私たちのブログで全部見ることができます。漢字の確認や復習にぜひ使ってくださいね。アドレスは japanesedailypodcast.blogspot.com です。今日のベストフレーズももちろん載っていますよ。ぜひチェックしてみてくださいね。はい。それでは最後にリスナーの皆さんへの質問です。皆さんの国の通勤電車やバスはどんな感じですか？何か面白いあるあるがあったら、ぜひブログのコメントや SNS で教えてください。皆さんの国の通勤事情、僕たちもぜひ知りたいです。楽しみにしています。それでは今日はこの辺で。最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。さようなら。